雑談です。豆柴です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、あとテレビの話なんかをしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたんだろうか。何もしていなかったかな。まあ家で粛々と作業をしておりましたかね。なんかいろいろ調べ物をしたり、次の朝やん水道橋博士さんがやっているイベントの、オープニングのための資料集めですね。これがね毎回楽しいんですよ。僕の知らないことをねいっぱいこう検索して、拾ってこなくちゃいけないので、これがなかなかやっぱ楽しいですね。こう知的好奇心を満たされるっていうのはこう楽しいですね、みたいなことをやっておりましたが、あれですわね。もう早速行きましょう。見ました見ましたの前に1個だけ言わして、それも見ましたですけど、昨日ね NHK のなんて番組だったかな、ニラの番組じゃねえよ。番組名忘れちゃった。なんかニラを特集してるってね、番組表で。僕はテレビはトルネといってね、ソニーが出して今はねバッファローが買い取ったのかな。録画機NAS だから、クラウド上からにどういう仕組みなのあれ、からなんか番組表とかを引っ張ってきてまあナスネってやつがあるんですけど、それで見てるんですが、その番組表をね、まあ操作性がいいからテレビよりそれで見てるんですけども、見てたらなんか9時8時台かなに NHK でニラの特集って出てたから、僕ニラ好きじゃないですか知らねえよお前がニラが好きなのかどうなんかってところでもあるんですが、ニラが好きなんですよ。鎌倉ってねあるじゃないですか、ラーメン屋があるんですけど、あれニラを入れ放題だったんですよね。で渋谷がねこの前コロナになってからかな、改装してるんですけど、でその時改装してるかと思って、で改装終わってからまたね好きだから鎌倉ね食べに行ったら、なんとニラの壺ポットがないんですよ。あれと思って、こうおかしいな、鎌倉っつったらやっぱニラじゃないですか。で昔初めて行った時はね大阪の道頓堀でした。千原ジュニアさんに連れてってもらって行って、こんなうまいラーメンがあるんだと思って、まあ当時すごい行列ですよ本当に。今みたいなああいうなんていうんですか、こってり系のブームじゃなくてね、豚骨系のブームというか、ああいうのがまだだったのかな。でも鎌倉すごい、その醤油のあっさりなんですけどすごい並んでて、いやこんなうまいラーメンがあるのかで、その後も何回もねこう打ち上げの後遅までやってるからね、イベントの打ち上げの後によく寄ることがあって、で一回ねあれ誰と一緒だったかな。一人はね安藤ワニさんって今ザ・タコさんのねボーカルの安藤ワニさんと、他もねなんかのイベントの打ち上げだったと思うんで、他にもいろいろ行ってたと思うんですけど、それ行った時にこう安藤さんと席が隣になりましてね、こうニラのポット壺からねこうお互いたくさんニラをこう入れてたら、そのニラのポットの中からタニシが出てきて、安藤ワニさんがタニシが入ってるっつって2人でキャッキャ笑った思い出があるほどこう好きなんですよニラがね。でその鎌倉ね渋谷のコロナのせいなのかわかんないですけど、ポット置かなくて、こういうちっちゃくニラの提供はこう言った人にお皿に入れて出しますみたいな、
それじゃあお前鎌倉のいいとこもう9割なくなってるやんけと思って、あれね、もう本当に埋まるぐらいというか、ポットがなくなるぐらい僕ニラ入れてたんで、それじゃ足んねえよなとか思いながら、まあ NHK でそのニラの特番があるから、それぐらい僕はニラが好きだったんでね、ニラっつったらやっぱもうチャンネルを合わすしかないじゃないですか。で、見てたらね、陣内が出ててびっくりしちゃったんですよ。言えよっていうかね、言えよっていうか、まあびっくりしたね。で、まあね、陣内が俺がニラのことを好きだってことは、まあ、知らないからね、それは言わないんでしょうけど、いやー、羨ましかったね。なんでも一番ニラといって、こう、取れる時期によって、糖度が違うと。で、一番ニラっていうのが、こう、イチゴに匹敵するぐらいの糖度があると。それをしゃぶしゃぶで、本当は豚バラと一緒にしゃぶしゃぶするんですが、今日は一番ニラなんで、ニラのみのしゃぶしゃぶをいただいてもらいましょうつってね、食べてたんですけど、うまそうでしたね。いや、ニラ食いたい。ニラの茹で時間もね、しゃぶしゃぶ時間も茹で時間も、もうほんと15秒とかでさっと茹でる。ね。しなしなになんない、ちょっとシャキシャキ感を出して、まあ、そんな言うほどシャキシャキでもないですからね、ニラなんか。残すぐらいがちょうどいいっつってね、やってましたけど、いやー、ニラ食いたくなりましたね。その後に、レバニラが出てたんですけど、僕ね、ご存知の通り、レバーがダメなんですよね。アレルギーで。なので、確か陣内もダメでしたよ。うん。なんか焼き鳥屋さんに行ってお任せでっつった時に、僕はレバーダメなんで、こう、お任せで行くと、まあ、レバーが出てきてね、こう、他のスタッフと何人かで行った時に、僕、レバーダメなんで、これどうぞって他のスタッフに、あげたら、なんと陣内君もレバーがダメだそうで、ね、まあいますよね、レバーがダメな人。で、だから、レバニラが食べれないんですよ。で、見てたらね、やっぱりレバーを残してましたけど、みたいなね、ニラの番組やってたんで、それをついつい見てしまいましたっていうのと、すごい時間が来ちゃった。あとね、あれですよ、キカ恋ね、キカ恋。キカザル恋には理由があっての、これは4話目ですか。面白かったね、今回も。なんかね、ネットニュースで数字が悪いみたいな、ね、ことを書かれてて、数字の取れない、女優だなんつって、川口春奈さんがね、それを払拭したキリンが来るだったのに、みたいなね、ネットニュースになってましたが、いや、よく見てみたらね、これね、いろいろ面白いですよ。何が面白いかってね、横浜流星さんの役どころ、ね、こう、ちょっかいをね、本当ね、すごい思わせぶりな、こう、ああいう人いますよね。こう、男性じゃなくてもね、女性にしてもなんか思わせぶりな、こう、素振り、ばっかり取っちゃって、みたいな、ばっかり取っちゃって、まあ、そういう、ね、なんて言うんだろう、性格なんでしょうけど、みたいなところがやっぱりね、こう、周りというか、ちょっとこう、嫌だなと思っていなかったら、こう、行為に、発展していってしまうんでね、誤解を生んで、これ最終的にね、川口春奈さんと結ばれなかった方が僕は面白いなと思うんですけども、どうなんでしょうかね。というのと、あとね、中村アンさんの、役どころね、こう、バイト先、たまたまスーパーのね、なんですか、仕入れ業者というか、物を運んでるところにこう居合わせるというか、分かってて言ってるのかどうかわかんないですけど、こうバイト先をね、覗きに行くっていうのは、これ、絶対、ね、あれですよ、好意があるというか、好きじゃないとそんなことしませんよ。僕も昔ね、バイト先覗きに行きましたよ。梅田の紀ノ国屋書店でバイトしてるっつうんで、中川家のレイジが、よく覗きに行きましたよ。ね、好きじゃなかったら覗きに行きませんよ。みたいなことで、だから、丸山くんと、ね、もし、ね、なんか、言ってましたけどね、もし俺じゃなかったら俺かもしんないみたいなことね、ってことはもう暗にもうすでにやっているというねことがここで分かったと
いうね。しかしその当の本人中村アンさんはそのバイト先のがたいのいい人ね、それきっと関係があったんでしょうみたいなところで、同僚がね、今度ね転勤だってなっつって、引っ越しというかね、結婚して、いや転勤になっちゃうんだってなみたいな話をね、その目の前でするわけですよ。でそのもう妊娠してるかもしれないっていうのを話そうとしていたところで、そこでぐちゃぐちゃっとなっちゃうっていうのはね、これなかなかのね、こうヘビーな話なんですけども、現実ね世界であればこうドラマではこうなんとも言えないこの恋心というかを、いやうまいことを描いているなと思いながらね、見ておりました。それとあれですよ、丸山くんがね、なんだっけな、どっかのシーンでねなんそれって突っ込む、関西弁じゃないですか。なんそれって突っ込むシーンがあるんですけど、急にザジー入れてきたかみたいなねシーンがあったりとか、あとねなんかいろいろね、そういったお笑いのネタっぽいセリフ回しをねちょいちょい放り込んできてるあたりは、これはちょっとお笑いリテラシーの高い人はね、偏差値の高い人はこう見てるだけでも、あのコンビのネタ、ギャグを入れてるなみたいなのがこう随所にあって、これはなかなかそういう意味でも楽しいですねというのを新たな発見、前もなんかあったような気がしたんだけどな、っていうのを見てて思いました。ですかね。そんなところですか。はいね。ちょうど時間となりましたね。続きはまた来週来週も話すのかな、これ話しても数字取れねえんだよ。だって元々のドラマが数字取ってねえんだから誰も気にしねえだろうねとか思いながら、いやでもねこれ意外に面白いな。なんだろうこれ3回も見ちゃったらハマるの嫌だな。いや、あと1個言いたかったんだよ。山下美月さんですか。from 乃木坂ですか。from 乃木坂、山下美月さん、これかわいい方ですね。役どころも良くてね、みたいなのを見て思っておりましたというところで、またねドラマやテレビの話しかしておりませんが、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、ありがとうございました。